今回は東方獣応援ストーリー解説最終回です。パート1と2があるからまだ見ていない方はそこから見るとより楽しめるよ。最終回ということで、ついにラスボスであるザンムの企みや、驚愕の裏切り、霊夢の最後の仕事など超重要要素ばかりなのでお見逃しなく。ちなみに各キャラのエンディングはぜひプレイしてみてもらいたいので、そこは隠しつつストーリーを紹介していきますよ。それではまずはじめに紹介するのは、孫美天ルートを見ていきましょう。美天は明るくて、司なんかに対しても助け舟を出すぐらいいいやつだけどヤクザの部下としてはどんな活躍を見せるのか楽しみだぜ。まずはじめに上司である吉兆や知恵が美天のところに訪ねに来た模様。や知恵は美天を幻想郷の聖天体制として慕っているようですね。聖天体制とは、中国四大奇書の一つである、西遊記の主人公の神仙孫悟空が作中で名乗った称号のようなものだぜ。どうやら積極的な頃のや知恵が地上制圧前に仕上げの稽古をしてくれるようです。前回のストーリーで分かったがや知恵はどうやらザンムの能力でいつもと違ってめちゃくちゃ熱が入っているんだよな。肉体がないことが弱点だったや知恵ですが、肉体のある仲間が入ったのもでかいですね。こうして二人は戦うことになりますよ。そして勝利後、熱烈状態のや知恵は美天に土地を守るように指示して、自分は他の組長に挨拶回りしに行くと言います。このセリフは前回と同じだよな。ただし、や知恵が動き出した後に美天は奇妙なことを言うのだった。これで正解なんですかね、ザンム様。おいおい、今作のラスボスザンムとはやはり繋がっていたのか？続きの動きで分かってきそうですね。さて次のステージは聖域の森に近い妖怪の山の川付近。美天が言うに自由に戦ってこいと言われたようですね。これ誰に言われた指示なんだ？確かにや知恵ではないように聞こえますよ。そこで出てきたのは月のウサギであるセイランです。セイランは、玉と、つまり月のウサギであり、イーグルラビと呼ばれる地上調査部隊の一員だぜ。漢樹伝後はそのまま地上に逃亡して団子屋を経営しているぜ。どうやら月ではお猿さんがいないらしく、珍しがっていますね。しかし美天は喧嘩を売られていると思ったのかまさかの、喧嘩売ってんのかわれ。と罵倒していますよ。意外といえば意外だがめちゃくちゃ似合ってるな。なぜ美天がキヨランと出会ったのかというと、制作者視点で見ると、おそらく昔話のウサギと猿とカワウソから来ているのではと思われますね。なるほど、美天が入った帰結組はカワウソ霊の組織だから相性がいいってことね。あとウサギに騙されてお尻がすりむいてお猿さんのお尻は赤くなったとされているので、それで美天は怒り気味だったのでしょう。他には鳥獣戯が似て猿とウサギの話があるのでそういう関係からでしょうね。勝利後、美天はお月のウサギだということを知り、落ち着きました。どうやらセイランは美天の持つ試験官外のこの持つ法力の魔力が似ていることに気づいたようだね。しかしあまりバレてはいけないので、お姉さんキャラらしくセイランをなだめていますね。そのなだめ方、同種族のサイヤ人しか無理だろ。さて、次は守谷神社に訪れたようです。やはり気のいい美天はすでにサナエちゃんと呼んでいて、もう仲がいいようだな。東方原作派サナエさんじゃなくてサナエちゃんだった。サナエも美天ちゃんと呼んでいて、かなり仲がいい様子。これは二次創作で盛り上がりそうだな。なんといっても二人ともいい胸しているんですよ。新キャラにも容赦なくセクハラするんじゃありません。サナエは今回の異変にまだ心配しているようですね。逆にまだ地上では何も起こっていないことに不安を持っているね。ただし美天曰くいよいよ決戦が始まるとのこと。そのため覚悟しておいてねと、友達と約束するかのように言っています。これが憧れの幻想郷か。ただこの決戦って地上での戦争ということではなくて、ザンム側の決戦ということなんじゃないの？おそらくそうでしょう。今美天は帰結組として動いているわけではなくて、ザンムの手先として話しているのでしょう。勝利後は、サナエが決戦が始まったことに再度確認をしています。そのことに美天は織り込み済みの決戦と言っていますね。この言葉にサナエは感づいたようで、ザンムの存在を語っています。やはりザンムの罠のことを言っていたのか。そして畜生界同士の決戦も茶番だということを語っています。前回のヤクザたち同士が争っていたのはやはり挨拶程度なのね。次のステージの会話を見ると、関係する妖怪は倒してきたようです。めちゃくちゃ強いやん。というか、やはり2面で言っていた敵を倒していって指示はやはりザンムの指示っぽいね。おそらくそうでしょうね。そしてこの面で出てきたのはなんと久しぶりに出てきた白霊霊夢です。おお、ついに霊夢が動き始めたか。序盤、中盤まで一切出てこなかった霊夢はここに来て動き始めたようです。勘のいいガキは好きだぜ。美天は霊夢に対してさん付けで呼んでいるようです。アウンが美天を神社に連れてきて仲良くなってはいるようだが、サナエほどではないのかな？霊夢が今まで動かなかった理由はザンム側の組織を泳がせるためだったようですね。霊夢やるじゃないか。そして勝利後、美天はその疑いに対して否定的な態度をとっていますね。ただ霊夢は美天が急に現れたことに疑問を感じたらしく出自を調べていた。美天はある事情で猿の集団に追い出され、霊を食らったことにで妖獣になったようだが、それもザンムの手助けによるものか。となると、組長に助けてもらったというのもスパイを送り込むため全てザンムの仕掛けたことでしょう。マジで何もかも手のひらの上じゃないか。しかも霊夢が来ることも予想していたようで、霊夢の奇襲にも対応できたということでしょう。ス
トーリーが面白すぎてヤバすぎる。美典は全てのタスクをこなしたことを報告するために地獄に来たようですね。地獄に来るのは初めてなのか。そして出てきたのは長らく残務の下で支えてきたであろう美しきストーカーを持つ久美。美典の先輩に当たるわけだな。美典は残務のところまで案内してというのですが、やはり地獄の遊戯にのっとってまずは戦うことになりますよ。勝利後、さすがに案内だけでわざわざ戦う必要があったのか疑問に思ったようですが、これも残務の指示だそうですね。どうやらここまで来るまでにも何度か戦ったようで、地獄の好戦的なところに戸惑っています。地獄は自由すぎて乱暴事も多いようだからな。どうやら久美に案内されて奥地まで来たようですね。しかしそこに出てきたのは残務の姿ではなかった。そこにいたのは鬼の四天王である伊吹スイカだったのだ。おいおいなんでこんなところにスイカがいるんだ？これはまさかの展開ですよ。残務のことを知るスイカが言うになんと美典は見捨てられたというのです。裏切ったってマジっすか？それリンゴの名言でしょ。残務は都合よく使っては見捨ててきたやつだとスイカは言うのです。しかしそれだからこそ慕っているのだとも言う。一体どういうことだ？私の解釈ですが、捨てることでその土地は自由になるので慕っているのではないかと。また続けて残務は鬼らしい鬼とのこと。美典は黙り込んでいますね。しかしそれについては予想を裏切られたことで驚いているからというのです。この世界は鬼ばかりとはうまいこと言うな。スイカ的には美典を思ってか、ストレス発散として弾幕ごっこを要求して戦いが始まりますよ。せっかくここまで来たのにまさかのここで見捨てられたって、本当なのか？スイカの言う通り、鬼は裏切る妖怪なので仕方がないのかもですね。ただ優しいうちの視聴者さんはおそらくあまりにも美典に同情してしまう可能性があるので、少しだけ今回のエンディングについて語ると、美典はこのことに悲しむことはなく、むしろ尊敬していますね。なんで？予想を裏切るところがクールらしい。いや妖怪の考えがわからん。さて、次のキャラクターに行きましょう。次に紹介するのは三つ頭の子ルートです。のこと言うと、物騒な虎バサミを持っているけど、落ち着いたお姉さんという感じだよね。一体どんな活躍を見せるのか楽しみだぜ。始まりはまだ平和な時間での出来事らしいですね。上司である黒駒咲が登場し、決戦前の稽古から始まりますよ。勝利後は、上司のボケにツッコミを入れたりとノリの良さも見られます。の子も美典みたくツッコミ側なのね。組長たちが癖強すぎるのが原因でしょうが、そして咲葉の子に制圧後地上を守らせて自分は厄介のものを倒しに行くとのこと。そして咲がいなくなった後、の子も何やら怪しい発言をしていますね。仕事をしようと言っていたが、咲の指示とは別のことっぽいよな。次のステージのセリフを見るとどうやらの子は長く生きているにもかかわらず、森から出たことがないらしい。となると、残務を食べた不老不死の呪縛のせいかもしれないぜ。そして出てきたのは、駒のアウンです。おお、夢のワンチャンパラダイスじゃん。アウンも神社から出てこなかったから二人は似た者同士なようですね。の子は同族にテンションが上がったらしく弾幕を仕掛けることになりますよ。勝利後は、いきなり弾幕を仕掛けたことにちゃんと謝っていますよ。やっぱり同族で同じ境遇だとテンション上がっちゃうよね。だからって弾幕を仕掛けるとは好戦的すぎると思ったのかアウンは驚いていやっぱり同族だったわ。次のステージでは珍しく残務の手先同士の美典について語っています。猿って呼んでいるってことはこの時点では面識はあまりないのかな？さて次に出てきたのは同じ魔法の森に住む、霧雨マリサです。彼女たちは今作で一度出会っているんだよな。どうやらマリサは子の持つ不思議な魔力を持つ法力に興味があるようですね。マリサは前からなぜか不老不死にも興味があるからそのことにも関係しているのかも。おお、それは面白い考察。の子はさすがに貸せないと言いますが、戦って勝ったら考えてあげると言いますよ。勝利後、どうやらマリサはあまり本気を出せなかったようです。やはり転送の罠が気になってやりづらいのか。しかし優しいの子は全てが終わったら法力を貸してあげると言いますよ。めちゃくちゃ優しいじゃん。の子はマリサが子供の頃から見ているから、愛情みたいなものがあるのでしょう。これはいいカップリングになりそうですよ。次のステージのセリフを見るとまだ完全な不老不死になってからペンダントを外したことがないらしく、外すと犬になるのかもしれないと言っていますね。そんな時に出てきたのが白霊レイム。の子もレイムさんとさん付けなんだ。この後の会話は美典と同じものなのでカットしますよ。勝利後、鬼の手先ではないという態度を示していますね。しかしレイムは前もって調べていたらしく、法力は鬼の道具の一つだということを知っていたようです。あの異変でものんびりしていたレイムがここまで調べているなんて成長したな。そしての子はあながち間違いではないと言い、残務の手先ということも話していますよ。しかしレイムが来ることも残務は想定内だったようです。ということで次のステージは地獄まで来たようです。先からは地獄の番犬と持ち上げられているのか。聖徳太子は馬以外に犬も飼っていたので、同じ聖徳太子のペット同士仲がいいのかも。そして出てきたのはもちろん地獄の案内人久美です。地獄の入国については自由なようですが、案内がないと進めないようです。そして地獄の遊戯で戦うことに、勝利後、やはりの子も地獄は乱暴なところだと思っているようですね。やっぱり地獄という名前は伊達じゃないのね。そして案内されることになりますよ。ラストステージはもちろん地獄の
お口。地獄の空気感はやはり地上とは異なっているようだな。そしてのこの前に現れたのは残務ではなくこちらもスイカだったのです。もしかして他のキャラも見捨てたの？スイカが言うには美点と同じくそれらしいことを言っていますね。そのことにやはりのこは驚いている様子。いや自分でポカーンって言っていたんかい。しかしのこ的にはこれについて肩の荷が落ちたようですね。またすがすがしいとも。やはりどの場面でものこは精神が落ち着いているな。スイカが言うに残務の肉を食べたことは、のこは覚えていないというのです。それだけ長く生きたということか。スイカの考察ではその長らく巻かれていた呪縛が解けたのだと言っていますよ。こうして二人は戦うことになるのだった。のこは長く生きているだけあって落ち着いている感じが良かったな。好戦的な部分も魅力的でしたね。エンディングはかなり感動ものなのでぜひプレイしてみてください。ではどんどん行きましょう。次に紹介するのは天下人地槍のルートです。地槍はおっとりしているように見えて、熱い部分があったり、狂気的な部分を秘めているから面白そうだ。まず地槍はどうやら何か秘密事を持っているようで、面倒がっているのが確認できます。ここで登場するのは他のキャラと同じように上司となった東鉄ユーマですね。ここのセリフは前回のストーリー解説と同じなのでカット。勝利後、決戦の準備をしておけと言われた後地槍も何か他の者との約束を語っていますよ。この流れでいくとやはり地槍も残務と繋がっているようだな。そしてやってきたのは妙蓮寺近くの墓地。ここでもかなり薄暗いのに明るい場所と言っているね。それだけ地下でずっと過ごしてきたようですね。そして出てきたのは、東方精錬戦の一面ボスを務めたナズーリン。ここでもチパカブラと間違えられていますね。そしてチパカブラと思っているナズーリンは地槍にやはり血を吸われることに恐怖を感じていた。そんな感じには見えないけどね。しかし地槍は天下人だと訂正していますね。また血を吸う妖怪だと。結局一緒やないかい。勝利後、チパカブラと言われる地槍自身はその妖怪について知らないらしく聞いてみることに、ナズーリンが言うには、血を吸う人間に人気の妖怪とのこと。血を吸うのに人気なわけないでしょうに。そのことに対して地槍は自分のことだと言っていますね。なかなかのひょうきん者だな。地槍も報告のため、自国に向かっているようですが、どうやらずっと地下にいたことから地獄への行き方がわからないらしく迷ってますね。あと、重要なことに気づいた模様。自分はなぜか転送の罠で飛ばされないということが。確かに、そもそも転送の罠を使えば楽に地獄まで行けるじゃん。そんなことを考えている時に出会ったのが化け狸の総大将のマミゾウです。マミゾウは一度出会ったことがあり、足につけられた試験管に触られたから転送の罠にはめたんだよな。地槍の考察ではチパカブラと言われるようになったのはマミゾウの仕業だと言っていますね。それについては合っているっぽいね。やはりマミゾウは転送の罠にはめられたことに怒りを覚えています。そのことに地槍は後ろめたさはなく、むしろいい気味だとのこと。同じ無地な同士仲良くしなよ。勝利後はマミゾウ曰く、見た目に合わず強かったようで、ますますチパカブラの名がふさわしいとのこと。そのことに対して嬉しかったようで、チパカブラについて尋ねていますね。へえ、チパカブラは幻想郷でも伝説なんだ。となると、レミリアがペットにしていたチパカブラはかなりレアなのかも。そしてマミゾウは残務のところに行くのか聞いていますね。そして情報収集が済んだようで、次のステージに、どうやらマミゾウと情報を交換したようですね。地槍と同盟の情報と引き換えに地獄のルートを教えてもらったのか。そしてここで出会ったのは、なんと霊夢ではなく、東方地霊殿の御面ボスを務めた、火炎病輪です。ほう、これは違う展開が見れそうだ。裏表のないおりんははっきり引きこもりから卒業したのと尋ねています。おりんはどこでも笑かせてくるよな。地槍としては面倒なところで出会ったと嘆いていますね。そして口封じとして弾幕を仕掛けると脅しますが、そのことにおりんは大喜び、テンション上がって、死んで罪人の一部になれとまで。どこまで行っても妖怪は妖怪なんだな。勝利後はおりんは地槍が残務の手先だということを思い出したようですね。勝利後8槍としては誰にも見つからずに行きたかったと言い、おりんは誰にも言わないと約束しますよ。最終的にうまく和解するのが幻想郷のやり方って感じだよね。おりんに地獄の案内人を通して、会いに行くといいと教えてもらい地獄に向かいますよ。そして地槍は室内ガールを呼び出すことに、エレベーターガールのオマージュだろうね。そこで出てきたのは地獄の案内人、よもつひさみです。地獄では案内がないと望んだ場所へは進めないとひさみが言うのですが、そのことにそういえばそうだったと地槍が思い出したかのような口ぶりをしていますね。となると、血の池地獄に来る前は新地獄でも住んでいた時期があった可能性もあるな。そしてもちろん地獄の遊戯に従って弾幕ごっこをしますよ。弾幕ごっこ終了後のセリフは他の二人と変わらないので飛ばしますよ。次のステージのセリフを見ると地槍は旧地獄が見捨てられてからずっと血の池地獄にいたことを語る。そうなるとかなり長生きしていそうだな。さて、次に出てくるのは残務ではなくスイカです。やはり地槍のところでもスイカなのか。やはり他のキャラ同様に見捨てられたのだと語られる。そしてそのことに地槍は思い出したかのように残務はそういうやつだったというのです。
となると本当に見捨てたの？チアリが言うに旧地獄を見捨てた残務はずっと恨まれていた模様。また恨みこそが糧になるからこそずっと残務に近づきたかったというのです。設定テキストによれば、恨みを求めているようなことが書かれているから恨みが力になる怨霊の性質もあるのかもしれないぜ。こうして二人は戦うことになりますよ。ついにチアリがチュパカブラと言われる原因とか、地獄の歴史なんか見れて面白かったぜ。それにしてもどうして残務は見捨ててしまったんだ？残務ってそんな非道な奴なの？そのことについては次のキャラでわかるので要チェックですよ。それでは次に紹介するのは、よもつひさみです。おお、ひさみルート待っていたぜ。かなりの癖者でずっと地獄の案内として動いていたからどんな活躍をするのか楽しみだよ。彼女の真の正体にも注目ですよ。さて、どうやら地獄から離れて柳の運河に来ているようです。ほう、ついに地獄から離れたのか。一体何目的なんだ？まずはじめに出会ったのはなんと白霊霊夢です。霊夢がここで出てくるとは意外だな。ひさみ曰く探していたとのこと。しかし不気味なひさみに対して霊夢は逃げようとします。そこはやはり地獄のストーカーらしく私からは逃げられないと言い弾幕ごっこをしますよ。勝利後の会話ではどうやら地上に残務の召喚の許しを尋ねに来たようですね。しかし霊夢は否定的。もう一戦しますか？と脅しをかけて了承を得ていますね。これが地獄の交渉術か。次のステージではやはりあまり地獄から出ることはないようで、聖域の森の場所を探しているようです。そして出てきたのは、ゾンビ店です。案内を騙した？一体どういうことだ？しかしひさみ曰く誰をどこに連れてこうと案内人の自由だと述べています。ちょっと待てよ。ということは？そう、残務が手先たちを見捨てたわけではなく、ひさみが別のルートに案内させてスイカのところに連れて行っていたのです。いやあんたの仕業かい。真実は残務のことを好きすぎるあまり後輩たちに合わせないようにしていたのだった。可愛すぎでしょ。勝利後でもはっきり言っていて、貴様が来るのは10年早いと言っていますね。後輩なんだから優しくしなよ。そしてなぜここに来たのか尋ねられました。その答えは残務が呼んでいるから案内しに来たというのです。10年早いって言ってたじゃん。そのことに美点も突っ込んでいます。今までミステリアス感が強かったがひさみは面白いキャラだな。さて次のステージは魔法の森ですね。そこで出てきたのは蜜が白絵の子です。これはみんなから罵倒されると見た。やはり絵の子に対してもちゃんと案内しなかったようですね。ひどい目にあったと言われたにもかかわらず、ひさみはまともな案内は人によると言い返していますね。理不尽だ。そして勝利後、特に絵の子は気にしていない様子。もともと精神的に強いっていうのはあるけど、エンディングで語られる大切なことが見つかったんだよね。また今回は正式に案内すると言いに来たことに対し怒ろうとしますが、世の中理不尽なことばかりだと矛を収めていますよ。絵の子はかなり精神的に強いな。長く生きているだけあって世の中のことをよく知っていますよ。次のステージではチアリを探しに来たようですね。誰かに聞いたのかチュパカブラとして名前が知れ渡っていることも知っていますよ。そしてチアリにどうしてここに来たのか尋ねられ、正式に案内しに来たと伝えます。チアリも特にもう残務に興味は持っていないようだな。しかし理不尽気回りないひさみは追いかけることに、勝利後、仕方なくチアリは残務のところに行くと言いますよ。そのことにひさみは今度は遅れないようにと念を押します。いやあんたのせいで行けなかったんでしょ。そう、そのことにチアリも激怒していますね。これがアメリカンジョークならぬ地獄ジョークですか。地獄はアメリカを意識しているからね。そして次のステージの帰り道、スイカと出くわすことになりますよ。というかまたご案内するつもりだったのかよ。スイカが地獄にいたのはどうやらヒサミの監視のためのようですね。今回もヒサミの監視だったようです。そしてスイカはヒサミの言うことを聞かせるために弾幕ごっこを仕掛けますよ。勝利後、自分勝手で何が悪いのですとわけのわからないことを質問していますね。大人なスイカは構わないが怒られると言っていますよ。そしてヒサミは怒られると聞いて、動揺している、と思いきやそれを喜んで望んでいた。このキャラクター18禁だ。さすがのスイカも呆れていましたね。そして地獄に帰り、残務に報告をしに戻っていますね。いや待って、変な吐息漏れてるよ。そしてなんと自ら叱ってくれないのですかと意味不明な発言をしています。歴代東方史上屈指のド M キャラ確定だ。また別の鬼の案内をしてしまったので、ぜひお叱りくださいと言っていますよ。カルピス原液をそのまま飲むぐらいキャラが濃すぎだろ。この言葉にいつもの残務のフッのテンションが違いますね。なんと、残務はヒサミが悪さをすることも想定内だった。残務は嘘ついてるんだきっと。そして仕方がなく、ご褒美として強烈な快感弾幕ごっこをお見舞いしてあげることになります。今回のルートは弾幕芸ではなく越芸でした。まさかヒサミがここまでド M キャラだったとは意外だったぜ。ここまでド M だとあの天使も超えていると言ってもいいでしょう。これはイラスト師にとって楽しいキャラだから人気になっていきそうだぜ。さらにエンディングではめちゃくちゃ可愛いシーンがあるのでぜひプレイしてみてくださいね。それでは次に紹介するのは伊吹スイカルートです。スイカが使えるって、後半らしい後半だな。スイカは序盤からこの辺について知っていたような感じがあったが、一体どんな活躍を見せるのか気になるぜ。まずスイカは見晴らしのいい場所を探しているようですね。
そこに現れたのは東方神霊廟エクストラボスを務めた二つ岩間溝。おお、水長花コンビじゃん。そう、スイカとマミゾウは東方水長花にて主人公の奥野田美代の居酒屋ゲイドン亭で知り合っていますよ。本編のズンエでのこのカップリングが見れるとは。この辺りはマミゾウの所有地らしく弾幕ごっこをすることになりますよ。勝利後は、どうやらすでに所有権のなくなった土地は無名の幽霊が取っているものもいるようですね。それをマミゾウとスイカは監視していたということか。次のステージではスイカが言うに、所有権がなくなった土地は無名の幽霊が取り付いて元に戻るようです。また残務が大掛かりな時間稼ぎをしている間に起きていた模様。なので今回の異変は時間が経てば解決する異変だったようです。そのことに人間たちは何をしていたのか気になっているようですね。そしてそこで出てきたのは霧雨マリサです。おお、マリサとスイカが絡むなんて珍しいな。そしてスイカはこの異変で何をしていたのか知るために弾幕を仕掛けますよ。勝利後、マリサは絵のこの持つ宝力と地獄の関係性を調べていたようです。序盤のキャラは宝力ルートだったよな。マリサが残務について尋ねるところでフェードアウト。次のステージのスイカセリフを見ると、どうやらマリサは残務の罠にはまっているようですね。好奇心旺盛なマリサはどちらかというと異変より宝力に目が入っていたからな。このことも考えてはめていたなら残務は天才すぎじゃないか？次に出てきたのは守谷神社の巫女、こちやさなえです。これまた面白い組み合わせだぜ。同じくスイカは今回の異変で何をしていたのか尋ねるために弾幕ごっこを仕掛けますよ。早苗吐血組の交渉役をしていたようです。畜生会の争いを止めるために動いていたようですね。しかしいつの間にか険悪ムードはなくなったようで、もう異変は大丈夫だというのです。どうやら美点と裏で手を組んでいたようですね。へえ、裏でそんなことがあったのか。しかしこれに関してもスイカは残務の手のひらの上と言っていますね。そして最後にレイムのところに会いに来たようですね。そしてレイムと出会い確かめることになりますよ。勝利後、なんとレイムは何もしていないという結論に。確かに序盤中盤にレイムと一切会っていなかったよね。皆さんも思った通り、スイカはなぜこの異変の最中に何もしていなかったのか尋ねました。レイムが言うにもう解決済みだったから、所有権は至上の神、つまり交流道の天球ちまたが現れたことで無理やり所有権が解放されたわけではなく、自然と解放されたと言っていますね。レイムの言うことは合っていたようで、これはレイムの天然さか、空を飛ぶ程度の能力のおかげで残務の企みを回避できたようですね。そして、レイムには異変解決最後の仕事を任せることに、一体何のことなんだ。そしてごめんでは何か準備をするだけだと言っていますね。そこに現れたのは面白ストーカー、よもつひさみ。やはり勝手に残務の手先たちをスイカのところに案内したことについて怒ってます。スイカのところに連れて行ったのは、戦い好きのスイカのためを思ってでもあるようです。憎いけどどこか憎めないな。そしてお仕置きというご褒美をもらうことに、ちなみにここで敗北するとひさみのめちゃくちゃ可愛いセリフを見れるんですよ。それがこちら。いろいろやっても振り向いてくれないの。少女漫画の報われないヒロインか。もう恋しちゃってますもんね。可愛すぎます。勝利後、スイカは何か思いついたようで、ひさみが残務に振り向いてもらいたいのかと尋ねます。そのことにひさみはわーんと泣きながら何をしても振り向いてもらえないと言ってますね。虚無の残務と追いかけるひさみの相性抜群だな。そしてスイカはある仕事を依頼し、チャンスを与えることに。おお、報われる時が来るのか？そしてスイカは残務のところまで来たようです。ついに残務とスイカが対面することになるのか？残務もスイカの存在には気づいていたようですね。スイカが言うに残務の作戦はもう終わりだというのです。しかし残務はすでに終わっていると答える。うまい言い返しだな。それについてスイカも認めていますね。そして未来を作る想像力に恐れ入ると称賛の声も、それに対して残務は力と頭脳こそが鬼の全てと言い、少しは鬼らしくしたらどうだとも言います。なるほど、確かにスイカは鬼にもかかわらず、人間たちを助けたり、霊夢を慕っているもんな。人間らしい鬼のスイカと人間から鬼となった残務という、正反対の二人ということですね。こういう関係性を解くのやっぱり面白いよ。スイカルートでは人間キャラを確かめるために動いていたのが面白かったですね。何か残務を欺くために色々試行錯誤をしていたが、何なのか気になるぜ。さて、それではラストに残務ルートを見ていきましょう。おお、ついにラスボス視点で真相を見ていくのか、気になりまくりだぜ。では長い解説でしたが、ついにラストのルートを回っていきましょう。まず残務はひさみに留守を任せるというのです。ほう、ということはついに地上に行くのか。そして地獄の遊戯は何なのか確認します。ひさみ曰く、地獄から出ていく者は殺せとのこと。いや来ても殺されるし、出て行っても殺されるのかよ。そして残務は留守を任せると言い出ていくのですが、ひさみはスイカのアドバイス通り何か怒らせることをするようですね。一体今度は何をしでかす気なんだ。そして向かったのは魔法の森、そこに出てきたのは残務のことを慕う姿が見られる黒駒崎だった。おいおい、あの弱肉強食の畜生界の最強が警護だと、やはり残務の凄さがわかるな。残務が言うにすでに所有地は分配できているようで、ヤクザは畜生界に帰れというの
です。なるほど、やっとわかったよ。残務は畜生会の連中同士で混乱させてることで、所有地が自然に戻るようにしていたのか。つまり足止めをしていたということですね。勝利後、色々アドバイスをもらったり、仲間をもらったりしたのに終わりだと言われて嘆いていますね。先は納金だから騙されていると思っていないんだな。ある意味純粋ですね。そして残務は褒めておだてて、祝福に招待すると言いその場を収めますよ。言葉巧みすぎでしょ。FBI とかしたらいいと思います。そして次に向かったのは血の池地獄です。そこで呼ぶのはもちろん強欲同盟の同盟長、東鉄ユーマ。なんと残務から出向いたことに東鉄も驚いていますね。あのユーマがさまづけってマジなのか？やはりとんでもなく偉い存在なのがわかります。ただ、切り捨てた旧地獄で何しに来たのかと若干煽りを入れています。そしてユーマにも同じようにもう地上を攻める理由もないから何もするなと弾幕を仕掛けますよ。勝利後、ユーマはふざけんなと怒っていました。チアリのスパイの理由を尋ねていますね。東鉄の友達であるチアリはいい仕事をしたと褒めることで、なだめて東鉄にも祝杯に招待すると言いますよ。そして東鉄は、アホくさ、やってられんわ。ある意味虚無感を出させた残務の勝利だな。そして次のステージでは畜生会に出向き、秘訣組の組長である吉兆や知恵を呼び出しました。や知恵もなんだかんだでかなり慕っているようで、おもてなしまですると言っていますね。そして同じく、所有地は分配したから暴れることはするなと弾幕を仕掛けますよ。勝利後、や知恵は地上制圧はもうおしまいなのかと嘆いていますね。そのことに残務は随分ふぬけたなという、また昔のや知恵はそうではなかったとのこと。もっと無鉄砲で理知的で何よりもバカみたいに元気だったようです。というか残務の能力で虚無感にされているんだよな。そう、なので目が覚めるようなセリフが見られますね。そして祝杯に招待するといい、嬉しそうに不敵に笑うや知恵の姿があった。そして地獄への帰り際、あとは自然に戻るまでの時間の問題と言っている時に、同じ鬼である伊吹スイカが登場。おお、ここでスイカと出会うのか。どうやら残務としてはここでスイカと出会うのは想定外だったようですね。そして祝福に参加させなよと弾幕を仕掛けてきますよ。勝利後、何を考えているのか尋ねていますね。それはスイカがここで敵を待ち構える必要がないから。確かに、スイカはなぜここにいたんだ？スイカが世に全てに意味があると思い込むのは悪い癖だと言います。スイカは祝福に呼んでほしいとだけ言いその場を去りますよ。そしてついに、真の最後のステージ、地獄に戻ってきたようですが、誰も入れるなと言ったのに、入られたようで残務は激おこですね。久美、やったのか。そして残務はあることに気づいたのだった。そしてそこに現れたのは、我らが主人公白霊レイム。おお、真の東方会のラスボス決定戦。レイムの方がラスボスらしい鬼に1票。レイムが言うに、最後の仕事だと言われてここまで来たようですね。すべてはスイカの作戦だったようです。しかし残務としてはここに呼ぶ予定だったという。なぜレイムを呼ぼうとしていたんだ？それは簡単なこと。残務と戦って勝ってくれとのこと。一体どういうこと？残務が言うに、異変は自然と解決したとなると、民の不安は消えないからこの異変の黒幕として自分を倒してくれというのです。なるほど、レイムに英雄になれということか。めちゃくちゃいいやつじゃないか。しかしレイムはお断りだという。なんで？レイムが言うには、残務の狙いは今回の異変に関わったものに、残務という影を残すこと。残務というラスボスの存在が残り続けるということね。どうやらスイカの入れ知恵だそうですね。そして手のひらの上に乗る気がないのなら負ける必要はないと本気モードに。そして誠の鬼の恐怖を心に残してやるといい弾幕をすることになります。空想の先まで恐怖を刻み込め。未来大き人間よ。こうして二人は戦うことになり、今作は終了となります。うわぁ、めちゃくちゃ楽しかったよ。今作のストーリーの作り込みは半端じゃないよ。正直私もまだまだ理解しきれていない部分もありますもん。かなりサスペンスなストーリーでキャラの思いや過去の出来事など今まで語られなかった要素が強くあり、非常に見応えしかありませんでしたね。これは何度も解説を見返したり、プレイして照らし合わせていくよ。あと今回の10億円のストーリーの話をまとめると、今回の異変は畜生会の連中が土地の奪い合いで戦争になると思いきや、財務が送った3人のスパイを使った足止めの罠で何もしなくても自然に土地が戻るというものですね。しかし残務の影が残るのも厄介だからスイカとレイムが手を組んでその作戦を破ったということね。さすがにエンディングを言いませんが、最終的には非常に見応え抜群な驚愕のエンディングが待っているのでぜひプレイして楽しんでいただきたいです。本当にここまで長い解説を見ていただいた視聴者さんには感謝しかありません。まだまだ東方プロジェクトは続くというか伏線を張りまくってくれているからこれからの東方プロジェクトの未来にも期待だぜ。さて、今回の授業はここまでです。東方10億円のストーリーをここまで見て思ったことがあればぜひコメントで教えてくれよな。また解説を見て楽しかった、ためになったと思ったらチャンネル登録、高評価だけでも押してくださると励みになるのでよろしくお願いします。もしも新キャラクターについてもっと詳しく知りたいって方はこちらの動画を見ていってくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。